いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は釣りと教育について解説いたします。一言で釣りといえば遊びというイメージですが、そのようなことはありません。釣りを教育に取り入れることによって単に楽しいだけでなく、様々な知識や技術、工夫、判断力などが要求されます。釣りは人間形成に大いに役立つという説もございます。本日の結論です。釣りって学べる。本日の目次です。人はなぜ釣りをするのか。釣り教育と釣り教室の違い。手伝わずに監督する。ステップアップの手段。魚食と教育。未来に向けて、この6つについて解説いたします。人はなぜ釣りをするのか。まず最初になぜ釣りと教育なのかを考えてみましょう。それ以前に私たち人間はなぜ釣りをするのでしょうか。その答えは十人十色だと思われますが、一つの回答として魚がかかった時の生物反応、つまり引きを味わうことで狩猟本能が目覚め、刺激されることが挙げられます。それは太古から人間の DNA に組み込まれているもので、お金を出せば様々なものが手に入る現代の生活において、普段は眠っています。釣りという手段で魚という獲物を求めて狩りをするとき、日常生活で萎えすぎてしまった野生の感覚を呼び戻すことができるのです。また、老若男女を問わず、釣りは自然や生物に触れることのできる最も身近で手軽な手段と言えます。しかし、それを極めようとすればするほど奥は深いものです。相手が魚イコール自然であるがため、こうすればこうなるといった方程式を解くようにはいきません。コンピューターゲームのように、ここでこのボタンを押せばいいななどといういつも同じの恒常的な攻略法もありません。そのため人間は釣りをすることによって様々なことを考えます。時には魚の方から勝手に針にかかってくることもあります。ビギナーズラックという言葉もあるほどですが、もちろんそれは何回も続きません。相手は言葉の通じない魚です。魚の生息場所は水の中です。私たち人間とは生活空間が異なります。故に探求心が芽生え、想像力が働きます。魚がどこにいるのか、どうすれば釣れるのかを考える戦略が必要になってくるためです。釣りに興味を持った人、のめり込んだ人は、これを攻略せんがためにありとあらゆる状況を考察し、作戦を考えて次回の釣りに挑むことでしょう。しかしながらそれがことごとく失敗に終わったりします。とはいえ、その失敗は負けではなく、いずれ成功するための貴重な財産になります。そうした経験を多く積むことによって、さらに頭を使い研究していくわけです。魚が釣れないからといって気長に待てるような人は釣りに向かないと言われます。むしろその状況に満足できずにあれこれ考える短気の人の方が釣りに向いているとも言われます。しかし時には忍耐とも言うべき待つ時間も必要です。それは釣りたいという一心からの努力がそうさせるわけで、決して暇なわけではありません。釣りをしない人から見たらそれは退屈で無駄な時間に感じるかもしれませんが、釣りをしている本人は常に頭をフル回転させ、いつ訪れるかわからない当たりにも即応できるようにスタンバイしているのです。ある一説に、決して退屈しているわけではない、いつ来るのかという緊張感が何時間も持続するのである。釣りに熱中する人はそのエネルギーを他のことに向けたら人生が大きく変わるかもしれません。仕事でも学業でも一生懸命に行い、家族に愛情を注ぎ、他人に気を配るが、方向転換はそう簡単にはいきません。それほど釣りで体験できる狩猟本能は逃れることが難しい強いものなのであります。逆に言えば、釣りにのめり込んでいる人は目標達成のために並々ならぬ努力ができる潜在能力の持ち主と言えます。
ところで、魚に関連している水産学というのは、水産生物を食料として利用するためにどうすればいいのかを考える学問です。そこに含まれる漁労、魚を捕獲する技術、養殖技術などの開発、それに伴う魚類の研究も、最終的にはそこで得た魚を人類の食料として活用するために進められています。水産王国としての日本では、魚の利用法は食べるが主なものになります。しかしながら、水族館などに代表されるように、見る、鑑賞するという魚の利用法もあります。水族館で魚を見ると人の心は落ち着き、幻想的に私たちは自然の中に連れ込まれていきます。それはあくまで疑似体験ですが、心の教育としてはとても効果的です。その縮小版が家庭で魚を飼うということになります。部屋の水槽で魚を育てることによって、人間は生物の命を身近に感じ、命を大切にし、様々なことを学ぶことができます。これらは人の心に訴える癒し効果ももたらします。そして私たちの釣るという行為でも魚は親しまれています。針にかかった魚は当然暴れるから、それが引きとなって伝わってきます。これを生命の躍動感として体験でき、人間の狩猟本能が目覚める時でもあります。多くの種類の魚を釣ってみれば、それぞれの魚の習性が違うこともわかります。自然を学ぶ、生き物を学ぶという観点からは大いに利用価値があると言えます。ところで、日本での魚釣りは主に余暇を利用して遊びでするものですから、遊漁として扱われています。網で魚をすくったり、森で刺したりすることも含まれるので、遊漁という言葉が適切であるかどうかは曖昧ですが、英語で遊漁はスポーツフィッシングと呼ばれています。我が国ではルアーフィッシングやフライフィッシングなど運動性の高い釣りをスポーツフィッシングと呼びがちですが、厳密に言えば食料以外の釣りは全てがスポーツフィッシングとなります。よってタナゴ釣りもワカサギ釣りもアジ釣りもスポーツフィッシングと言えます。釣りを教育に取り入れるということは実はそれほど難しいことではありません。魚という生物が住んでいる場所へ赴き、その魚の食性などの生態を考えて竿を出すだけでも、そこにチャレンジ精神が生まれます。相手が生き物だから、冒頭のコンピューターゲームの例のように、いつも同じ答えが返ってくるはずもありません。教育という名を借りて釣りをするきっかけ作りをすることもできます。川や海辺に隣接する環境に住む人たちにとっては当たり前のように幼少時代から経験できた釣りですが、現在ではそのような恵まれた環境が減少しています。このため釣りをすることの付加価値を教え、体験のチャンスを与えることも必要な時代になっています。どこに魚がいるのかを考えて自分で魚を探し出すという冒険心も生まれます。魚はいつも同じ場所にいるのではなく、季節や水温、水質、流れの変化、産卵期などによってどんどん居場所を変えます。ならば、どんな条件で魚はどこにいるのかと追い求めるものです。物が溢れ、与えられることに慣れてしまった私たちにとって、思い通りにならないものを手にするために努力するという行為は、現在では非常に貴重なものであります。季節や天候によって、魚の都合よりも釣る側の人間が自然の中でどんな用意、装備をしなければならないのかも学ぶことができます。渓流や磯場などの釣りでは危険から身を守るための知恵や技術を体得することもできます。それは軽微な失敗や怪我などから学ぶこともありますし、ベテランとの長考によって得ることもあるはずです。そういったことを子供の頃に体得できるのはとても貴重で、一般的な教育や部活動などではなかなか成し得ません。まさに生きた教育と言えます。そしてこれは学校のみならず、家庭内での子供の教育にも有意義に活用できるものであります。釣り教育は生き物を学ぶための一例ですが、昆虫採集などでも同じ効果が得られると考えられます。しかし、
水産学として魚を利用する方法の一つとして、釣りを取り入れることは、単なる水権環境に対する学問だけでなく、夢を育み、未来を見つめる貴重なものとなります。もちろん、幼少の頃から自然の中で水辺に親しむのが理想ですが、残念ながら都会にはその環境がほとんどありません。大人に成長して昔のふるさとを振り返った時に、小舟釣り師かの川はありません。次世代のために健全な環境を考えていくときに、何が健全なのかの正しい指標を持った大人に、現在の子供たちを育て上げることが急務であります。その手段として生き物と接することができる釣りは非常に適しており、美しい豊かな環境というポジティブな面だけでなく、現実を見つめる自然学習の手段であるとも考えられます。釣り教育と釣り教室の違い。釣り教育と釣り具メーカーなどで開催している釣り教室は似て非なるものです。教育は教え、育むものですから、ある一定の期間をかけて構築されていきます。しかし、多くの釣り教室は制限時間が1日であることが多いです。この1日で満足度を得るためには、魚を釣らせるしかありません。インストラクター、スタッフが仕掛けや餌などをすべて準備し、釣り堀や管理釣り場、あるいは遊漁船を利用するなど、魚が間違いなく釣れる場所で開催するので、釣りという行為そのものは成立すると思います。とはいえ、ここには釣りから学べる魚類学や生態学などは存在しません。なぜなら、釣りの条件で最も大切なことが欠けているからです。釣りに大切な要素としてよく言われるのが、1に場所、2に道具、3、4がなくて5に技術と言えます。まず最初に魚の生態を調べて生息場所を探し出し、それを釣るためにどんな道具を用意したらいいのか考え、探求心を持って通い、時には自然環境に左右され、魚の活性がいいという運、いい日に当たったなどが重なり合って、徐々に技術が向上していくものです。ところが、それを主催者が全て用意してしまい、時にはその日にあった最新の技術を指導して釣らせるため、初心者にとっては楽しいことと思います。指導者側も初体験の子供に魚を釣らせることに自己満足を感じてしまうケースが少なくありません。しかしながら、それはキャッチボールもバットの素振りもしないで、いきなり野球の試合に出るようなものです。しかも、その試合では打ちやすい球が飛んできて、打ったら一塁ベースに走り着くまでは野手が送球しないようなゲームをさせて、野球は楽しいでしょうというようなものであります。仕掛けを作って餌もつけ、合わせも声をかけたりして一緒に行い、竿を乗されれば一緒に保持し、魚が浮いてくればすくってあげる、至れり尽くせりの釣りです。釣りを一度しかやらないのであればそれでもいいと思います。しかし、良識ある釣り人、戦略を持って釣りをする人のことをアングラーと呼びますが、アングラーを育てる手段としてはいかがなものでしょうか。この2つの違いは、楽しませるのか育てるのかという部分にあります。自分でできなければ育てたことにはならないし、釣りの技術はもちろん、様々な知識を積極的に吸収する姿勢も生まれてはきません。教育という以上は、釣りの技術だけを教えるにとどまりません。指導者にも釣りを取り巻く水辺環境、あるいは地球全体の環境に精通した知識や経験が必要とされます。手伝わずに監督する。ローマは一日にしてならず、千里の道も一歩から、などというように、教育には時間がかかります。釣りが趣味になった子供は、好きだからということで何度も釣りに出かけ、技術が向上していくのが普通でもあります。そして水辺環境の魚の生態に興味を持ち、単なる魚の物知りにとどまらず、中学時代、あるいは高校時代に学問する決意をし、魚類学を学ぶために大学に進学するケースはかなりあります。
から進んで学問するタイプになります。もちろん魚類学以外にも生物学や環境科学、教育などを目指す生徒もいると思います。最近では幼少時代に自然を知らず、当然釣りの体験もないという子どもたちに教育の手段として釣りを取り入れる試みも始まっています。とある高校には様々な特殊な講座、ゼミがあります。興味を持ったものはとことん追求してみよう。それを自己向上のきっかけにしようというコンセプトであります。このゼミは選択授業でもともと釣りが好きだからフィッシングを選んだ生徒、そして今まで経験はないが面白そうだから参加するという生徒もいます。もともと釣りが好きな生徒にとっては授業で釣りができるのだからこの上ない至福です。そんな生徒には自分で釣りをして満足するだけでなく、仲間へ指導を依頼することで本人自身も成長し、他人から感謝されるという人間関係も構築することができます。一方、経験はないが面白そうという生徒はどうでしょう。まず、授業では釣りのあり方、マナーから解説が始まり、最初は座学などで仕掛けの作り方、狙う魚の生態、釣り具の解説など総合的な知識を身につけさせられます。そして実習という現場での釣りを織り交ぜ教えていくのですが、すべての生徒の吸収ペースが同じだということはありえませんので、教師も苦労します。釣り場に到着して5分後には釣りを開始している生徒もいれば、1時間経ってもまだ仕掛けが作れないという生徒もいます。現場で作れないなら自宅で作ってくるようにと指示しておいても、そのような生徒は自宅でも作ることができないので作ってきません。自宅では指導者がいないのでできないと言います。ここで教師の立場としてはどうするべきでしょうか。結論としては、親切に仕掛けを作ってあげていいのは最初の1回目だけです。あとは完成した仕掛けの見本を見せて必ず本人が作らせるべきであります。なぜならキャッチボールができないと野球ができないのと同じで、仕掛けが作れなければ釣りも絶対にできないからです。何とかして釣らせてあげたいがために、教師が毎回仕掛けを作ってしまってはかえって生徒のためになりません。釣れている人がいるのに自分が釣れないことの悔しさを次回以降のエネルギーにできる人間に育てることが教育です。当然、餌付けも手伝わない方がいいでしょう。ミミズやイソメなどの虫餌を触れない人は当たり前に存在しますが、仕掛け作りと同じで餌を触ることができなければ永久に魚は釣れません。さらにそれどころか、かかった魚の口から針を外せない生徒さえもいます。そこで針はすべて返しのないバーブレスで行う。返しがついていない針が安全で魚にも優しいことを最初から教えてあげます。バーブレスなら針を外しやすいし、そこから徐々に魚に触れられるようになってくれれば、ひとまずは成功です。ステップアップの手段。実習はできるだけ野釣りで行う方がいいです。大人数での実習は釣り堀などの方が安全管理しやすいものの、いつも釣り堀ばかりでやってると魚が釣れるのが当たり前になって、魚との出会いに喜びがなくなってきます。また釣り堀では生徒同士が何尾釣れるのか競い合うようになりがちで、他人とのコミュニケーションが少なくなってくることもデメリットになります。技術が劣る仲間の世話をしている暇があったら、1尾でも多く釣りたいと思う生徒が出てきます。ある程度の基本を教えた後は、生徒同士が助け合う、アドバイスし合うことが望ましいですが、釣れた数を評価の対象にすると自分の釣果しか考えなくなります。これでは本末転倒です。その点、野釣りなら数釣りが可能な魚は小物が多いので、細かい尾数は気にしないし、単種の魚類が釣れ続けることはあまりないため、釣れる魚の種類を覚えたりして楽しいものです。小物狙いで小さな針を使うとき、練り餌を小さく丸めて針に刺すのですが、これがまた細かい作業になります。しかし、この細かい指先の作業が脳を活性化させる機能をもたらすという報告もあるため、やらせてみるのも一案です。そして時に小物仕掛けに大物がかかります。
竿が限界まで曲がってから秒殺でラインを切られてしまいます。その犯人が大型の船、鯉です。切られた時に悔しがって、絶対あの鯉を釣ってやると闘志を燃やす生徒に、今度は魚が大きいのでネットの必要性やリールの機能と必要性を教えていきます。もちろん、鯉狙いの生徒に大物がかかった場合、ネットは生徒同士ですくうことが望ましいです。そしてさらに、鯉の習性を深く知ることが釣果に直結することも教えます。ここで初めて生徒は生態学などに興味を持ち始めるのであります。魚食と教育。釣った魚は美味しく食べましょうという実習もあります。しかし、堤防で釣ったアジや管理釣り場のニジマスなどがバケツの中で知らないうちに星になっていたというのはあまりよくありません。ここはしっかりと生き締めの方法を教えるべきと思います。ナイフで魚の急所を刺したり、頭に石をぶつけたり、棒で叩いたりして即締めさせます。そして氷の入ったクーラーボックスに収納する生き締めの手本を見せると、多くの生徒は、いや、残酷、グロいという反応があります。しかし、締めなければ食べられないということを説明し、バケツやビッグの中でじわじわと弱らせながら星になると、魚の肉に乳酸が溜まって美味しくなくなることを科学的に教えてあげます。また、買ってくる食べ物は誰かが食用に締めてくれているわけで、だからみんなも美味しく食べられます。今度はあなたが自分で釣った魚ですから、自分で締めて家族に振る舞いなさいと諭します。さらには、生き物の命をいただいて食べているのに、自分だけは手を汚さないで他人にやってもらうのは欺瞞ですと、説教のような教えも時には必要です。食べ物をいただくというのは、調理人への感謝を表現する意味のほか、生き物の命をいただくことなのだと地道に教えてあげたいです。食料を確保するために、例えば鳥を食べるというのはなかなか難しいですが、ニジマスを食べることは簡単だし、身近でもあります。最初は嫌がっていた生徒たちも慣れてくると平気でマスの頭を石で叩くのですから、人間が本来持っている本能の凄さを感じます。また、魚を釣ってもさばけないから家には持って帰ってこないでと親から念押しされているという生徒もいます。親にも釣り教育が必要だと感じる時であります。釣った魚を食べる場合には、ただ単に魚は健康に良いとか、収穫を家族で振る舞う満足度という大雑把なことではなく、座学でタンパク質や油分、DHA や EPA などといった有用な成分についても学術的に解説しておくことも必要です。未来に向けて、わざわざ釣りを教育に取り入れる必要はないと思っている教育者もおられると思います。あるいは万が一のことが心配で躊躇する親や学校もあると思います。野外活動はもし事故が起こったらと責任回避のために敬遠される傾向にあります。事故回避のために野外活動が打ち切りになり、学内での座学のみになった学校もありました。ところで、釣り以外のマリンスポーツ、海洋レクリエーション、あるいは武道などではスクールなるものが存在し、全く初心者を系統を立てて育て、危険がないように一人前に教育するシステムが構築されています。例えばダイビング。一度も潜ったことがなく、マスクも装着したことのない人に一から教え、オープンウォーターダイバーからアドバンスなど、その人のペースに合わせてステップアップさせるシステムができています。公的なものではありませんが、ダイバーとしての認定カードがないと、各地のリゾートで潜らせてもらえません。それは最低限ダイバーとしての知識や経験を積んでいるという証明書でもあります。武道においても白帯から入門し、技術の向上につれて帯の色が変わり、黒帯で心身ともに一人前というシステムがありますが、残念ながら釣りにはそれがありません。場所や釣り方、魚種が多様すぎて対応できないというのが釣り業界の言い分です。しかし、むしろ多種多様は歓迎すべきことで、それだけ広い範囲の多くの知識を学べることになります。
単一種類しか興味がないという人に照準を合わせず、より多くの人々に発信し、より多くの魚が生活する環境、自然科学だけでなく、それを取り巻く人と釣りの文化なども学ぶ体制づくりができれば理想です。においては、その教育現場の立地条件に合わせて行い、自然科学に関しては専用の教科書や YouTube の発信があってもいいのではないでしょうか。例えば、海の科学では潮の流れや干満のメカニズムなど、海釣りをしなくともこれぐらいの知識は全ての釣り人に必要です。魚の栄養についても同様で、なぜ健康にいいのかを理解していれば、食べる魚釣りにも興味が湧き、釣りをしない人を誘う時にも根拠がしっかりしているので信用されやすくなります。あそこの湖には絶滅寸前の希少魚種がいるとか、九州に住んでいる人が北海道のイトウのことを詳しく知っていたり、アラスカやモンゴルに興味を持ったりするなど、個人のレパートリーが広がっていくのも釣りならではの多様性です。将来的には釣り公的な資格なるものが企画され、まんべんなく水権環境や魚類の知識を学ぶ意識を喚起する動きがあってもいいのではないでしょうか。釣り教育は自然科学への第一歩です。一般の総合的な学習との違いは狩猟・捕獲であります。思い通りにいかないからこそ、その体験が蓄積していけばいくほど知識だけでなく人間形成にも大いに役立ちます。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。